はい、こんにちは。ランジャパニーズチャンネルです。今日は日本語を勉強したいけど何から始めたらいいのかわからない。そんな方のために日本語学習のロードマップをご紹介します。この動画を見ると何をどの順番で学べばいいのか、効率の良い学習方法、そして私のチャンネルの活用方法、これらがわかります。前回の動画と少し重なるトピックもありますが、今回はより詳しく具体的な内容になっています。これから勉強を始める方にも、すでに勉強している方にもきっと役に立つ内容になっていると思いますので、ぜひ最後までご覧くださいね。では早速始めましょう。全体の流れ。まずは日本語を勉強するにあたってどんな順番で進めていくといいのか、全体の流れをお話ししますね。日本語学習はこんなステップで進めていくのが効果的です。まず1、ひらがなと発音。2、カタカナと簡単なカタカナ単語。3、基本の漢字（N5 レベル）。4、文法と語彙。5、リスニングとスピーキング練習を継続。これはあくまで基本的な一例です。日本語を勉強する目的や自分に合ったやり方によっても変わりますので、こういう順番もあるんだなという気持ちで気軽に参考にしてくださいね。では、ここから一つずつ詳しくご紹介していきます。1、ひらがなと発音。最初はひらがなと発音です。ひらがなは日本語の一番基本になる文字で、英語でいうアルファベットのようなものです。これが読めないと日本語の読み書きはできないので、最初にしっかり覚えておきたいところです。そして、ひらがなとその発音を覚えるのにおすすめの動画がこちらです。もう見たよという方ありがとうございます。こちらは私が手書きですべてのひらがなを書きながら発音もしている動画です。この動画の概要欄には無料でダウンロードできる練習シートもついています。これをプリントアウトして私と一緒に練習すれば、書き方と読み方を同時に覚えることができます。この動画を見ると、ひらがなってこんなにたくさんあるのってびっくりするかもしれませんが、最初はこの基本の46文字だけでも大丈夫です。残りの文字は、このように濁点や半濁点がついていたり、あとは小さいやゆよがついていたりと、この基本の文字を少しアレンジした変化をつけたものなので、後から少しずつ覚えていけば大丈夫です。それから動画を見ながら書くのがちょっと大変という方は、お手本だけを印刷して使うのもおすすめです。例えば Google でひらがなと画像検索すれば一覧がいろいろ出てくるので、書き順付きの見やすいものを選んでプリントアウトさせていただくというのも一つの方法です。そして書いたひらがなやプリントアウトしたひらがなは壁やドアに貼って毎日声に出して読む。これがすごく効果的です。行ごとに5文字ずつ並んでいるのはちゃんと意味があるので、あいうえお、かきくけこ、さしすせそ、
この順番で音読してみてくださいね。本当は書いて読んで練習するのが一番おすすめではあるんですが、書くのはちょっと面倒という方は見て読んで覚えるだけでも大丈夫です。日本人は子供の頃にノートに何回も何回も書いて覚えたりしますが、やっぱり自分に合ったやり方が一番続けやすいと思います。まずはこの基本の46文字を目標にリラックスして楽しく練習してみてくださいね。ひらがなって曲線が多くてふんわり優しい印象の文字なんですよ。ぜひ豊かな気持ちでリラックスしながら書いてみてくださいね。よくある質問は Q&A 動画で、ひらがなを一通り覚えたら、ぜひ見てほしい動画があります。それがこちら。ひらがなについてよくいただく質問を Q&A 形式でまとめて解説している動画です。例えば、同じ発音のひらがながあるのはなぜとか、教科書に出てくる字と手書きの字の形が違うのはどうしてなど、みんなが気になるポイントをわかりやすく説明しています。この動画も概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてくださいね。他にも、ひらがなを一文字ずつ大きく表示して書いている動画や、単語をひらがなで書いている動画もあります。ひらがな動画をまとめた再生リストのリンクも貼っておくので、よかったらぜひそちらも見てくださいね。2、カタカナと簡単なカタカナ単語。はい、次はカタカナと簡単なカタカナ単語です。カタカナはひらがなと同じ46文字が基本です。ひらがなに比べて直線が多くて、ちょっとクールな印象の文字です。外国から来た言葉や音を表すときによく使われます。例えば、コーヒーやザーザーといった言葉ですね。発音はひらがなと基本的には同じなので、音に関してはそんなに難しくありません。あとは形を見て慣れるのがポイントです。カタカナの練習方法。そしてカタカナを覚えるのにおすすめの動画がこちらです。こちらも私がすべて手書きでカタカナを書きながら発音もしている動画です。これもひらがなと同じように最初はこの基本の46文字だけでも大丈夫です。カタカナは特に単語でよく出てくる文字とほとんど出てこない文字があるので、残りは後から少しずつ自然に覚えていけば OK です。そして基本のカタカナを覚えたら、ぜひこの動画を見てほしいです。これはよく使うカタカナ30語をまとめた動画です。この動画に出てくるカタカナは日常でとてもよく使うし、テストにもよく出てくる単語なので、ぜひ書きながら勉強してみてください。3、基本の漢字、N5 レベル。さて次は漢字のステップです。漢字ってどこから始めたらいいのか迷いますよね。一番大事なのは、闇雲に全部覚えようとしないことです。というのも、漢字って全部で数万字あるんですね。でも安心してください。日本人でも全部知っている人はいません。
日常生活でよく使うのはその中の約2000字ぐらい。だからこの2000字の中でも特によく使う基本的で重要な漢字から覚えるのがポイントです。そこでおすすめなのが JLPT のレベル分け。JLPT 日本語能力試験ですね。N5 から N1 まで5つのレベルがあって、N5 が一番優しく、N1 が一番難しいです。今の JLPT には公式にこの漢字が N5 ですというリストはありません。でも昔の試験データからおおよそのレベル分けはできます。なので試験を受けない人でも N5、N4、N3 の順で覚えていくと無理なくステップアップできます。そして多くの人がつまずくのが音読みと訓読みです。例えばこの山という漢字、音読みは山、訓読みは山と読みます。山、この一文字だけなら山と読みますが、富士山、この形になると山と読みます。富士山。このように使う単語によってどちらで読むかというのは決まっています。もう一つ例を挙げると、この漢字、音読みで水、訓読みで水と読みます。この漢字だけなら水と読んで、文字通り水の意味になります。で、こっちの形になると、水曜日、つまり水と読んで、曜日の水曜日の意味になります。こういう読み方は単語の形で覚えるとスムーズです。私のチャンネルの使い方。まず最初に N5 によく出る漢字一覧の動画をぜひご覧ください。この動画では N5 レベルの漢字を一マスに一文字、シンプルに紹介しています。本来漢字には音読みや訓読みなど複数の読み方がありますが、この動画では音読み、訓読みにかかわらず代表的な読み方を一つだけ紹介しています。この段階では細かい読み方よりも漢字の形と大まかな意味をつかんでください。全体像がつかめたら次は N5 レッスン1へ。この動画では先ほどもお見せしたこのようなシートを使いながら各漢字の読み方とその漢字を使った単語を学びます。シートは各動画の概要欄から無料でプリントアウトできます。音読み、訓読みを覚えるときは、まず単語を丸ごと覚えるのがコツです。これは音読みで、これは訓読みで、とバラバラに暗記すると大変なので、単語を見たら、パッと読み方と意味が出てくる状態を目指します。日本人も、これは音読みで、これは訓読みでなんて意識していません。動画に出てくる単語は日常でも試験でもよく使うものを厳選しています。
この単語を覚えれば、その漢字はもう大丈夫。もし知らない単語に出会ったら、シートに書き加えて、自分だけの勉強リストにしていきましょう。動画内では、私が単語を手書きで書きながら発音しています。ぜひあなたもノートに書きながら一緒に練習してみてください。書く練習の目的は覚えるためです。そして書き順はきれいに書くためのコツです。完璧じゃなくても大丈夫。でもできれば正しい書き順で覚えると後が楽です。4. 文法と語彙。ここからは文法と語彙を一緒に学んでいきます。文法は日本語の骨組み。語彙はその中に入れる材料です。この2つを同時に学ぶと、とても効率的に日本語を学べます。まずおすすめはこの元気です。日本語学習では一番有名な本なので、知っている方も多いかもしれません。会話例やイラスト例が多く、楽しく文法と語彙を学べます。もう一つ、みんなの日本語。これも有名です。どちらも文法を体系的に学べて、復習もしやすい構成になっています。語彙も必要なものだけが厳選されているので、文法と一緒に覚えれば効率的です。どちらか一冊で大丈夫です。手に入るなら一冊しっかり勉強するだけで日本語力は一気に伸びます。もしこういった本が手に入らない方、またはなるべくお金をかけたくない方は、彩りがおすすめです。これは国際交流基金が作った教材で、ウェブサイトから無料でダウンロードできます。日常でよく使う会話や文法を音声付きで学べます。しかも世界各国の言語に翻訳されているので、自分の国の言語版で学習できます。そしてある程度文法や語彙が身についてきたら、ぜひこちらも試してほしいです。私の動画シリーズ50の短文で日本語の漢字を学ぶというものです。50個の短い日本語文を手書きで漢字に直しながら読み上げています。この中で文法、発音、漢字、語彙をまとめて練習できます。一度に複数のスキルを伸ばしたい方にぴったりです。概要欄に再生リストのリンクを貼っておきますので、ぜひ後でチェックしてみてくださいね。これから文法動画も少しずつ増やしていく予定ですので、チャンネル登録もぜひお願いします。5. リスニング、スピーキング練習を継続する。日本語がある程度分かってきたら、リスニングとスピーキングの練習を毎日続けることがとても大切です。言葉は使わないとすぐに忘れてしまうので、日々の習慣にするのがおすすめです。例えば、好きなアニメやドラマ、YouTube の日本語動画を聞いてみましょう。はじめは全部わからなくても大丈夫。耳を鳴らすことが一番のポイントです。わからない単語があっても気にせず、音のリズムや話し方を感じてみてください。それから自分の声で声に出す練習も欠かせません。真似して声に出すことで発音や
イントネーションが自然と身についてきます。友達や先生と話せる環境があれば積極的に話してみてくださいね。恥ずかしがらずにどんどんチャレンジしましょう。もし話す相手がいなくても大丈夫。独り言でいいんです。今日あったことを日本語でつぶやくとか、見た動画の感想を声に出すだけでも効果があります。話すことを習慣にすると、自然にスピーキング力がアップしますよ。リスニングとスピーキングはセットです。どちらかに偏らずに、両方をバランスよく続けることが、日本語をスムーズに話せるようになる近道です。続けるコツは、完璧を目指さないこと。間違えてもいいので、どんどん声に出して使ってみてくださいね。そうすることで、日本語の使える力がぐんと伸びます。いかがでしたか？今日ご紹介した動画や本の情報は、すべてこの動画の概要欄に掲載していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。このチャンネルがあなたの日本語学習のパートナーになれたらとても嬉しいです。ぜひチャンネル登録して動画を順番に見ていってくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。